おだつこんちこんばんぽーです。今日もです。おだつこんちこんばんぽーです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、メッシってこういう AI あんのかーいやっていきたいなと思います。こんなコメントいただきました。ライポテ、リポテ。メッシにこういう AI があるかどうか調べてほしいです。無印 CF で使うとめっちゃ降りてきたりするので気になりましたということですね。他にもですね、ただ降りてきてボールをもらおうとしている動き、他の無印と比べてほしいですということですね。リクエストありがとうございます。確かにですね、前作からそんな感じしてたよね、多分ね。やっていきたいなと思います。っていうか、こういう AI って聞くだけでなんかロマンだよね。はい、検証方法をやっていきます。これいつもと同じような形になっていきます。調子は普通でボール保持者、そして対象選手以外はですね、プレッシャルなしの状態でやっていきます。で、ショートカウンターでやっていきますね。で、シチュエーションは3つほどですね。左サイド、センター、そして右サイド、これでビルドアップをしていてですね、中の動きを見ていきたいなと思います。で、今回がこの2人、メッシとトッティを使っていきます。この2人をですね、CF で使ってきて、無印で使ってどうなるのか見ていきたいなと思います。まずはトッティから見ていきましょう。ワントップのトッティから見ていきます。まあどうだろうな、トッティ無印で使う人結構いるのかな。今回ワントップとあとこの後ツートップもやりたいなと思っています。はい、見ていただきました。まあどうだろうな、大体スタートこの辺りという感じからスタートをしていくっていう印象でしたね。まあでもどうなんでしょうか、なんていうかな、無印、ザ無印みたいな、そんな感じの動きはしていましたね。パス受けと裏抜け、半々ぐらい、どっちかに偏るかっていうよりは、どっちか半々っていうイメージでしたかね。良くも悪くもやっぱ無難な動きっていう感じはしてました。分かりやすい動き、だからこそ使いやすいっていうイメージなんですけど、そんな感じの動きはしてましたね。はい、これがじゃあメッシになるとどうなるのか見ていきましょう。神の子メッシですね。このメッシも無印状態になっているという形なんですけども、どうなんだろう、メッシ割と無印で使ってる人結構いるんですかね。個人的にはそんなに無印では使わないんですけど、はい、見ていただきました。なんかね、ここは正直そんな変わんないのかなっていう、ここも含めてですけど、そんな変わんないのかなっていう印象はありましたね。どっちかっていうと、無印っぽい動きっていうのかなっていうのは出てたのかなと思いました。ただちょっと真ん中の時見てほしいんですけど、これですね、結構下まで下がってきてる、パス受けをしに来てるっていうのがわかるかなと思います。なんかパス受けの意識っていうのはちょっと強めなのかな、そんな感じがやっぱしましたね。ただめちゃめちゃ違うかってそうでもなさそうっていう感じはありましたね。はい、ということでちょっと気になったので2トップの時も見てきました。左で使っている時ですね。で、相方をですねライブレにしてみました。で、大体ライブレになること多いかなと思ったんでちょっとこれでやってみたんですけど、これでだいぶ変わってくるんじゃないのかなというところでですかね、見ていきたいなと思います。そもそも周りの選手の動きによって変わってくるのが無印の良さでもありますので、ライブレが相方になることでですね、だいぶ変わってくるんじゃないかなというところで見ていきたいなと思います。はい、見ていただきました。そうですね、気持ちやっぱパス受けの意識は強くなってんのかなっていう感じはしますよね。トッティでもね、そんな感じはしましたよね。この真ん中の時もですね、結構下がってきてるんですよね。さっきのメッシぐらい下がってきてて、なのでそれなりにですね、やっぱパス受けはこうしようとしているっていう感じしましたね。前線にライブレがいるからっていうのはあるかもしれませんね。相方によってもですね、変わること自体っていうのは分かりましたよね。じゃあこれがメッシになるとどうなるのか見ていきましょう。
結構ここはそうでもなさそう。はい、見ていただきました。結構違いもあったかな。ただちょっと左から見ていきますけど、正直ここはですね、さっきと変わんない、パス受けの意識もまああるかなって感じの動きなんですけど、真ん中の時ですかね。まずここですよね。始める前の段階でですね、なんかね、まず下がってきてて、だいぶ下がってきてて、ずっと動いてるんですよね。結構意識強めですよね。パス欲しそうな感じで、その後もですね、結構パス受けの意識っていうのはかなり強めなのかなっていう、そんな動きはしていましたよね。この辺がですね、皆さんが使っていてですね、感じるところかもしんないですよね。これは確かに使っててもだいぶ違いを感じると思います。ただですね、全く違うかという、そういうわけではなさそうかなっていうのは分かったかなと思います。というところで結論、メッシは欲しがりとします。はい、ということでですね、いろいろ見てきましたけども、パス受けの部分でかなり分かりやすくね、違うのかなとは思いましたね。ただですね、通常の無印でも相方とか場面によってはそれなりにパス受けするっていうのも知っておくといいのかなと思いました。パス受けの動き自体が気になる人はですね、やっぱ無印はそもそも避けた方がいいかもしれないですね。メッシ云々っていうよりは無印とかは避けた方がいいかもしれないですね。で、メッシに関してはですね、ボールが近いとより固有っぽいパス受けをしてたのかなっていう、そんな気がしましたね。でも逆に言えば遠いとね、そうでもなさそう。無印とあんま変わんない動きはしてましたね。なんでしょう、だからフォワードで言うとですね、リンクとかその辺に似てるのかなっていう感じはしましたね。ビルドアップの時とかは始める場所とかを意識するとですね、自分が思いつった通りに動いてくれるっていうことはあるかもしれませんね。いつもこのプレースタイルの時はそうなんですけど、一つのシチュエーションでやってるので、条件があったりしたらですね、また違う固有っぽい動きっていうのが出るかもしれないんですけどね。他にもですね、こういう時違う気がするとかね、気がするだけでもいいので教えていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。いろいろ話しましたが、個人的にはですね、無印結構苦手なんですよね。どのポジションでもそんな好きじゃなくて、できるだけプレースタイルつけるようにはしているんですが、皆さんどうですかね。皆さんのおすすめの使い方とかメッシュのね、置き場所とかあったら理由も含めて教えていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になったな、面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、こういう AI 毎回思いますが、コナミさん仕事細かいよね。でもそれがですね、結構やっぱこういう風に面白いなと思えるので、これからもね、ぜひ期待していきたいなと思います。ということで、今日の動画これで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。